こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識や、食と健康についてなど、お話をしております。で、納豆についてのお話をですねちょっとシリーズでやっていまして、5回目ぐらいやったんですけども、で前回の動画でですね納豆のシリーズこれで最終回ですって言ってたんですけども、よくよく考えたらまだあと1話あったっていうところで、ちょっと追加でですね納豆の話を、していきたいと思います。これで最後ですね。はい。前回の動画とかですね、その他のことが気になるっていう方はですね、動画のタイトル欄タップしていただきますと詳細見ることができますので、そちらからですね見ていただいたり、あとチャンネル登録していただきますと再生リストを見ることができるので、ぜひですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで今回は、納豆菌についてのお話をしていこうと思います。前回まで納豆という食べ物についていろいろ栄養価がどんな栄養価があるのかとかですね、そういったことをお話ししてきたんですけども、今回はですねもう納豆っていうネバネバした食べ物の話ではなくって、その納豆を作っている微生物であるこの納豆菌ですね、この菌自体のお話を、していこうと思います。はい。でですね、納豆菌って、どんなものなのかっていうと、いろいろ細菌ですとか微生物ですとかあるんですけども、実はですね納豆菌って、売ってるんですね。その辺で買うことができます。こんな感じの、見えますかね。これ納豆元って書いてあるんですけども、いろんなところで売られていまして、これたまたまこういう納豆元って書かれている、ものなんですけども、だいたいこんな形でこの目薬の入れ物みたいなものに入って売ってることが多いです。で、形状としてはこうやって粉状になってますね。白いもうパウダー状みたいな感じです。で、この納豆菌自体、これも納豆菌そのものなわけなんですけども、乾燥させてあります。で、この納豆菌、これを使うと、納豆を作ることができますよということでですね、おそらくその納豆を自分で作るために売られているというものなんですけども、これがですね納豆を作る以外にも実はちょっと他のことで使えたりするんですね。なのでそういった使い道なんかを踏まえて、交えてですね、お伝えしていこうかなと思います。で、納豆菌ってですねこれよく言われていることなんですけども、非常に強い菌なんですね。生命力がめちゃくちゃ強い菌です。ちょっとオカルトみたいな話だと、納豆菌は地球を征服するために宇宙からやってきたなんてことが言われるぐらいですね、都市伝説みたいなそんなことが言われるぐらいとにかく強い菌だと、いろんな他の微生物とかを倒していって、どんどん自分の生きていく範囲を広げていく、どんどん他の敵をやっつけて、自分たちがもうどんどん繁栄していくみたいな、そういう繁栄する能力がすごく強い菌なんですね。なので他の微生物たちをどんどん制圧していってしまいます。一つの入れ物とかがあったりして、そこに他の微生物、いろんな細菌とか、カビとか、微生物がですねいっぱいいる中にポンと納豆菌入れると、どんどんその納豆菌がですね他の菌を制圧して、倒していっちゃって、で自分たちがうわーっと繁殖していく、そういうことをしていく菌なんですね。もちろん他の微生物もそういうことをして自分たちが生き延びていくわけなんですけども、やっぱりその能力がとても強い。あと繁殖力、繁殖する時間もすごく短いんですね。もうすごいスピードで繁殖していくっていうのが納豆菌です。でそういう菌なんですけれども、人間にとってですねいろいろ有用な部分がいっぱいありまして、それがですねここにちょっと挙げたようなところなんですけれども、そちらをですね順番に見ていこうと思います。まず掃除に使えるというところですね。この粉、これ
薬局とかには売ってないかもしれないんですけども、普通にネットで、Amazon とか楽天とかで検索すれば売って納豆菌とかで検索すれば売ってますし、値段的にもすごくこれで700円とか600円とかそれぐらいで売っているので、結構手軽に入手できるんですけども、こういった菌を使ってもいいですし、もちろんその食べた納豆、自体ですね、そういったものを使うってこともできるんですけども、こっちの方が当然納豆菌が凝縮しているので、食べる納豆についてる納豆菌を使うよりかはこっちの方が効率はいいですよね。ということで、まず掃除に使うですね、納豆菌が他の菌を制圧してくれるということを考えると、なんていうんですかね、キッチンの排水口ですね。排水口ってすぐヌメヌメするじゃないですか。ヌメリの原因となっているのってやっぱり菌ですよね。いろんな雑菌がそこに、生息しているからあえてヌメリが、起きてくるわけなんですけども、そのヌメリ自体が菌だというふうに考えれば、そこに納豆菌を投入するとですね、納豆菌がそのヌメリの原因の菌たちをどんどん制圧して繁殖しようとしていくので、その納豆菌をちょっと入れるとですね、キッチンのヌメリが改善されたりするってことがあります。はい、なのでそのキッチンの、排水口のヌメリを取るっていうことに使っていただくっていうのも一つの手ですし、あとはカビ対策ですよね。結構ジメジメした季節とか密閉された空間、お部屋の端っこの方だとカビが生えやすかったりする場所ってあるかと思うんですけども、そこにですねこの納豆菌を水で薄めてスプレーするとか、直で振りかけるとか、そういうことをしておいていただくと、このカビ菌ありますよね。カビの菌が、繁殖するからカビって生えるんですけども、そのカビ菌よりもやっぱり納豆菌って強いことが大半なので、カビ菌が繁殖するのを、納豆菌が防いでくれる、その代わり納豆菌は繁殖しますけれども、納豆菌自体はカビを生やしたりはしないので、そのカビを防ぐっていうのにも使うことができます。で実際ですね、その納豆菌の、制圧力っていうのを使ったお掃除道具なんかも売ってたりしますよね。納豆なんとかっていう名前のお掃除用のスプレーだったりとか、ちょっと塗るやつだったりとか、実際その売ってたりするんですね。それも検索とかしていただければネットで購入することできると思うんですけども、もちろんこの納豆菌自体、これを使って、水で薄めてとかですね、使うこともできます。なので、そういった、カビ対策とかヌメリ対策として、お掃除に使っていただくことが、できます。続いて、これ食中毒って書いてありますけれども、次はですね、食中毒に実は納豆菌って、効くんじゃないかというふうに言われていたりします。これちょっと科学的な根拠があるわけではないので、確実に食中毒に納豆菌効きますっていうふうに言えるわけではないんですけども、これ納豆菌のその仕組みというかですね、その菌の、バランスとかそういうことを考えていくとですね、食中毒になる原因っていろいろあると思うんですけれども、例えばそれがノロウイルスとかのウイルスだったらちょっと納豆菌では対応できないと思うんですが、その原因が菌だったらですね、細菌とか雑菌とか、そういうものであればですね、大体の菌が納豆菌の方が強いんですよ。大体の菌よりも納豆菌の方が、最終的に強い、制圧力が強いので、どんな菌もですね、その菌自体が強くても納豆菌をそこに入れていけば、どんどん納豆菌がそれを制圧していって勝っちゃう、最終的に勝つっていう、図がですね成り立つので、その菌にもよるし数にもよるし、状況にもよるとは思うんですけれども、やはりですね、そういう人間にとって食中毒みたいな不具合を起こすような菌、そういう菌に対して納豆菌を入れていくことによって、その食中毒の原因となる菌を抑え込むっていうことができる、そういう可能性がありますよね。なので、そういうことに使っていただくとすごくいいんじゃないかなというところですね。例えばピロリ菌とかもそうですよね。ピロリ菌ってヘリコバクターピロリ菌というやつですよね。胃潰瘍になった方とか、結構日本人の多くの人がピロリ菌を持っているというふうにも言われていて、そのピロリ菌が、ずっとこの胃の中にいる状態で、過ごしてしまうと、胃がんの原因になっ
ったりとか、そういったことに、なる可能性が高いんですが、そのピロリ菌にももしかしたら納豆菌が、効くというかですね、そのピロリ菌がもしですね胃の中にいる人が納豆をいっぱい食べたら、その納豆菌がその胃の中のピロリ菌と戦って納豆菌が勝てばもうピロリ菌いなくなるわけじゃないですか。なので、そういうことも期待できるということなんですね。なので、原因が菌である食中毒、なんかちょっと外国に行ってなんか食べたらちょっとお腹壊しちゃったみたいな、そういう場合とかですね、あとピロリ菌でちょっと苦しんでるとか、そういった方がですね、この納豆の粉末、これ使っていただくともしかしたら改善するかもしれないですよっていうところでですね、それはもう確実にこれお薬でも何でもないので、それで症状改善しますよっていうことは言えないんですけども、試しにやってみる価値は絶対あると思うんですよね。なのでちょっとお腹壊しちゃった、なんかあれ食べたらお腹壊したっぽいっていう時に、これをほんの少しですね、ほんの少し、もうほんと指に取って舐めるぐらい、あんまり大量に取りすぎると納豆菌ばっかり、入りすぎちゃうのでそれはダメなんですけど、ほんのちょっとです。ほんのちょっとこれを入れてあげると、もしかしたら、こういう原因菌にですね、納豆菌が勝ってくれるっていう可能性は、ありますよね。はい。ということで、食中毒にも、いいんじゃないかといったところです。で、続いてですね、虫歯菌とか歯周病菌。これもですね、やっぱり菌なんですよ。虫歯の原因となる、菌っていうのは虫歯菌の菌ですよね。で、あと歯周病もそうです。歯周病って日本人の3人に1人とか5人に1人とかが持っているというふうに言われていますけれども、この歯周病菌もやっぱり菌なので、ここの口の中にですね、こう充満しちゃってる、発生しちゃってる、繁殖しちゃってるこの虫歯菌とか歯周病菌に対してこの納豆菌を入れていくことによって、そこでですね、歯周病菌よりも納豆菌が勝ったら歯周病菌は制圧できるし、虫歯菌よりも納豆菌が勝ってくれれば、虫歯も制圧できるということになりますので、こういった口の中のトラブルにもこの納豆菌を使っていくといいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。実際ですね、こういう歯周病とか虫歯の予防に納豆がいいですよって言っている、学者の方とかもいますし、当然何回も言いますけど、お薬ではないので、効果が、確実に保証されるってことはもちろんないんですけれども、これをですね、虫歯でもう虫歯がいっぱいできて困っちゃってるとか、もう歯周病がなかなか治らないとか、そういう方はですね、ぜひですね、こちらの納豆菌っていうのを、試してみていただきたいなと思うんですね。で、やり方はですね、どうするかっていうと、もちろん普通に納豆を毎日食べるっていうだけでもこういうところにですね効果は期待できるかと思うんですけども、やっぱり、治療としてちょっと使いたいなっていう場合はこの凝縮された納豆菌を使って、これをですね、歯磨きした後にほんのちょっと取って歯とか歯茎のところに、塗ってあげると。で、塗った後はですね、もううがいとかしずにそのまま放置するっていうことを、していただければ、この納豆菌がダイレクトに口の中に、広がって歯茎とか歯にですね、広がっていきますので、もうすでに歯周病になっちゃってる人とか虫歯になっちゃってる人ももちろんそうですし、予防としてもですね使っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、日常的にこうやって使えるっていうところもありますし、あとはですね、この納豆菌から作られる納豆樹脂っていうものがあるんですけれども、そういったものがですね、環境保全に役立っているということも、これ実際にですね、使われていたりするんですね。この話をするとちょっと長くなってしまうので、また別の機会にしたいと思うんですけれども、納豆菌って実は本当に、工業利用っていうのがされているパターンが多くてですね、人間の体にとって健康にいいですよ、納豆って、すごく、健康にいい食べ物として有名なんですけども、実は環境保全に役立っていたりして、工業利用も、多くされているということなんですね。はい。
で、ここまで来てですね、こんなにいろんな素晴らしい効果があるので、ぜひぜひ試していただきたい、んですけれどもですね、最後にですね、ここです。もう一番これ注意しなきゃいけない。このチャンネルではですね、発酵食品の話を、メインにしておりますので、ここが一番ちょっとネックになるところなんですけれども、発酵食品、自宅で育てているなんかお味噌とか、ひしおとか、醤油とか作っている方っていうのもいるかもしれないんですけども、甘酒とかですね、そういうものもそうなんですけども、そういった育てている発酵食品に納豆菌を絶対に近づけないようにしてください。これなぜかというと、最初に言ったように納豆菌っていうのはすごく強い菌で、他の微生物を全部制圧していってしまうんですね。なので、日本の伝統的な発酵食品、よく家で育てるような、主にこの麹を使った発酵食品ですね。日本の麹を使った発酵食品というのは納豆菌に弱いです。麹を使った発酵食品育てているところにそこに納豆菌が入ってしまうと、どうなるかというと、納豆菌ばっかりがそこで増えてしまう。そうすると負けちゃうんですね。他の麹菌もそうだし、乳酸菌とか、酵母菌とか、そういった、有用な菌がですね、全部納豆菌に負けてしまって、そこに、いっぱいいた人間にとって有用な菌たちが全部納豆菌に制圧されてしまって、いなくなっちゃう、弱くなっちゃうですね。そうすると、育てていたお醤油とか味噌とかひしおとか、そういったものがですね、全部納豆になっちゃうんですよ。残念なことに、納豆になってしまうと、って思うかもしれないんですけども、これ実際納豆になるんですよ。もう、一生懸命育てていた美味しいひしおがですね、そこに納豆菌が入って繁殖することによって、納豆の匂いがわーってしてきて、納豆みたいな匂いがしてきて、しかもネバネバしちゃうみたいな、そういう状態になったりしてしまいます。なので、お家で発酵食品を育てているよっていう方はですね、絶対にそこに納豆菌を近づけないようにしてください。なのでキッチンのね、ぬめりを取るとか掃除に使うとかって言ってますけども、そのために納豆菌を使うときは絶対にその発酵食品と離して使うようにしてください。ちょっと難しいんですけども、特にこのキッチンをぬめるとか、あとこのお掃除に使う時のカビ対策として、シュッシュッシュッって、スプレーとかしちゃうと、カビ対策にはすごくなっていいんですけれども、他の雑菌とかを寄せ付けないっていうのはいいんですけども、その代わり納豆菌が家中に充満しちゃうっていうリスクもあるわけなんですよね。なので納豆菌に守ってもらえるっていう風に考えるんだったら、それはそれでいいんですけど、納豆菌ともう共生していくみたいな、だったらいいんですけども、だけどそこに、味噌とか醤油とかひしおみたいな発酵食品を置くのは非常に危険なので、ちょっとどっちを選ぶかみたいな感じになっちゃうんですけども、家中のですね、掃除に使うっていう場合は特に注意が必要ですね。なので、こういったものをぜひですね、活用していただきたいなって思うんですけれども、発酵食品を育てているっていう方は、かなり細心の注意を払って、使っていかなければいけないっていうところだけですね、覚えておいていただきたいなというふうに思います。はい。ということで、今回はですね、この納豆菌の、いろんな、使い道についてお話をしていきました。これで納豆についての、シリーズが、最終回ということになりますね。はい。で、もっともっとですね、納豆菌について詳しく、解説している動画もありますので、そちらはですね、動画のタイトル欄をタップしていただくと、詳細見ることができますので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。あとですね、チャンネル登録、していただきますと、他の動画もですね、再生リストとかいろいろありますので、見ていただくことができますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。